はい、こんにちは。テニスライズの河合です。今回はストロークのインパクトを安定させる方法というのを少し紹介をしていきたいと思います。やはりストロークの場合にはですね、インパクトがしっかりと安定をするということがショットの精度には必要になりますけれども、そのスイングを安定させるというのも一つの考えではありますけれど、インパクトがしっかりと同じ場所で、安定的にですね、打つことができるようになれば、それだけショット的には安定していきます。それが例えばスイングが、安定してきてもインパクトがずれてしまったりしてしまうと、やはりショットは乱れてしまいますので、そこのインパクトをですねちょっとフォーカスをして、説明をしていきたいと思います。まず一つですね、インパクトの時の、体の向きと顔の向きですね。これはよく今なんかはフェデラーとかが活躍していて、顔の向きですねがやはりしっかりと自分の当たるところにですね残る方がいいっていうふうに言われていますけれども、どうしても試合とかで体がですね回りすぎて顔が先に行ってしまうことでインパクトの位置がずれてしまったり手が伸びすぎてしまったりということがよくあります。でこれはやはり練習の時にですね自分のインパクトの位置がしっかりどこかというのを確認しながらボールを打つことが必要になります。で基本的にはやはり例えばスクエアスタンスであればグリップにもよりますけども自分の体のその足の横の位置、そしてグリップが厚くなればそれよりも少し前になりますし、グリップが少し薄くなればちょっと後ろ目にはなりますけれども、基本的には自分の体の横の少し前ですね、そこの位置がしっかりとフラット面で面作りができているようにしてあげるというのが重要になります。でもう一つその体の向きになりますけども、体が回っていって最後に腕がそこについていくという考えが、連鎖の動きになりますから、体が閉じたまんま打ってしまうとそれは手打ちの状態になりますので、自分の体がしっかりと打ちたい方に対して正面を向くフォアハンドですね、正面を向いてそこの横前でボールを捉えられるようにしてあげるという動きが必要になります。ですのでその体の正面向きよりも回ってしまえば逆に遅れてしまったり差し込まれてしまったり前すぎて取りに行ってしまうことが予想されますので、まずは自分の顔の向き、体の向きというのをどういうふうにインパクトで起きているか、なっているかですねというのを確認しながら打ってみてください。もう一つバウンドの軌道のどこで打つかということになりますけれども、バウンドの軌道というのはやはり自分のバウンドがどこで打つかというのを基本的には決めて打ってみてください。例えばこういう軌道があるとして、バウンドして少し落ちてきた場所で打つというふうに決めていれば、要は手前でこう落ちてしたらここに自分が行ってあげる、要は同じバウンドの要は落ち際なら落ち際で打つという場所をしっかりと決めて打つことが必要になります。一番やはり安定するにはそのバウンドの軌道いろいろありますけど、バウンドして、少し落ちてきた場所の、ここら辺っていうのをしっかりと自分の中で認識をしながら前後に少しフットワークを使ってあげて、調整をしてあげるというのが、まずは、最初の基本になります。でもう一つの考え方としては、自分はその場所に常にいる、そしてどういう軌道であっても自分がそこの場所で対応ができるように、してあげるという考え方もあります。これは、
ここの自分がいる場所を決めて、打つことによっていろんな球、弾み方のボールに対応しなければいけないんですけれども、それをできることによって自分の動きがですね一番少なく済みます。ただしやはりいろんな球をライジングだったり落ちてくるボールだったりというのに合わせなければいけないので、それは少し難しくなってきますから、まずはやはり自分のバウンドのどこら辺を打つか、例えばそれがトップに打点を合わせるんであればそのトップの位置、例えば短くなればそこに自分が向かっていってトップの位置で打つ、少し自分の手前にボールが弾めばちょっと下がってトップの位置まで下がって待って打てるようにしてあげるという打ち方ですねが、重要になってきます。はい、でもう一つタイミングの取り方ですけれども、タイミングというのは、スイングというのは基本的にはまずはユニットターンですね。要はボールが来た場合に体のひねりをしてあげる、どちらかに来たというのを反応して体のユニットターンをしてあげる。でそのユニットターンをしてから動き始めるわけですね。動き始めていって、そこから自分のボールを止まって引いていくのがテイクバックになります。なのでもし自分がその場所で、打つんであればユニットターンとテイクバックがその場で一つになりますし、動いていって打つことになればユニットターンをしていって走って止まったとこからテイクバックをしてあげるということになりますね。でそこからテイクバックをしてフォワードスイングとインパクト、フォワードスイングからインパクトがしっかりと合わせられるようにしていきます。でこのタイミングの取り方ですけれども、やはりさっき言った2種類ですけど、1回少し例えば落ちてきたボールに合わせるんであればそのバウンドの位置ですね、バウンドの位置と時間を考えてユニットターンからテイクバックをし始めるタイミングを常に一定にしてあげるというのが重要になります。なのでここで例えばテイクバックが遅くなってしまうとどうしてもそのフォワードスイングが遅くなるので手前で差し込まれてしまいますので、できるだけテイクバックからフォワードスイングというのは一定になるように、要はどんな速い球でも遅い球でもここのユニットターンからテイクバックをしてフォワードスイングまでのタイミングを一定にするというのができるようにしてあげるのが重要になります。はい、あと高さに合わせた腕の形というのが、ありますけど、高さに合わせた腕の形というのは基本的にはやはり自分の、胸から腰、膝ぐらいですねの高さが一番打ちやすいと言われてますけれども、その自分の例えば一番横、腰ぐらいですねの高さの腕が横に伸びた状態、この状態を基本として、例えば低くなれば自分が下がるのとちょっと腕を落としてあげる。でその時に注意するのは手首を落としてしまうと力が入らなくなってしまいますから、これをここの手首の形は変えないで腕全体を下げてあげることによって同じ手首の形でスイングをしてあげられるようになります。逆に上の方はそれをラケットを上げていくときに水平に上げるんではなくて自分の腕ですね、腕自体を少し立てて上げていくことによって、同じ手首の形でインパクトができるようになりますから、そこのところをしっかりと上げてインパクトを少し立ててラケットを立ててインパクトができるようにしてあげるという腕の形ですね。基本的にはなので腕の形というのは高さに合わせて上下しているだけであってこの、状態でやってるわけではないですから、できるだけ自分の手首の形は変えずに腕の上下をしてあげるというのを意識して、インパクトを迎えてあげられるようにしていきましょう。
はい、それではちょっと、打ちながら説明をしますけども、顔の向きと、体の向きですね。それは、やはり体がしっかりと前を自分が打ちたい方向に対して向いて、その横前ですね、そこで取るというのが重要になります。で、一番最初練習で、もしやってほしいのは、その場でですね、もし1人でやるのであれば、そのインパクトの位置をまず作って、体の向きとインパクトの位置を作って、そこからボールを打ってあげるという練習をしてみてください。それを安定させて打つことによって、だんだんインパクトの位置が決まってきますんで、それをですね、練習しながら打っていきます。で、もし球出しとかでやってもらえるんであれば、まずはインパクトの位置を決めて、そこからテイクバックをしてスイングをしてあげる。要はテイクバックからスタートして、そこに戻してきてあげるというのを練習してみてください。はい、じゃあお願いします。ここから戻していって打つ。テイクバックでその場所に戻してくる。インパクトの面を作っておいて、そこに戻していって打ちに行くというのを少し繰り返しながら、自分がどこで打つか、どの向きで打つかというのを意識していきましょう。はい、でもう一つは、バウンドのどこで打つかというのですね。まずはどこで打つかを決めるために、やはり自分が一番打ちやすいところ、だいたい胸から腰の位置にボールが自分のところに来るようにしてあげるというのが、感覚的につかめるようにしてあげてください。でそれをする練習で、そのインパクトのところで、手を置いてあげて、そこにキャッチをするという練習があります。でそこをちょっと、やっていきましょう。ここにもう置いておいて、自分がその場所に行って待ってられるようにしてあげるということですね。例えば大きければ下がって取ってあげて、自分がその位置がそこで合ってるかどうかですね。バウンドが位置がどこにあって、その弾みがどれぐらいあるのか、その後ろでしっかりと待つ時間を作るという練習をしてみてください。はい、タイミングの取り方ですけれども、やはりユニットターンをしてテイクバック、フォワードスイング、インパクト、ここまでですね。それの、打ったインパクトの後にフォロースルーが来ますんで、必ずテイクバックをするというよりは、まずは体をひねってユニットターンをしてあげるというのを意識してあげます。そこからテイクバックとフォワードスイングというのは一定なタイミングになるようにしてあげるということですね。なので速い球が来ても遅い球が来ても、ユニットターンの場所からテイクバックスイング、テイクバックからのフォワードスイングを常に一定になるようにしていきましょう。できるだけユニットターンをしてテイクバックからのリズムは常に一緒になるように、後ろでタイミングを
取れるようにしていきますね。そこが一定になればリズムが出てきますので、必ず自分のここの位置からのスイング、テイクバックをしてのユニットターンをして、そこからのテイクバックスイングというのを安定していけるようにしてください。はい、高さに合わせた腕の位置になりますけども、基準が横ですね。そして上、下、その時に必ずちょっと面がしっかりと地面に垂直になっているかどうかをまず自分でですね、インパクトの面を確認をして、それからスイングをですねしていきましょう。低くても少しここで、高くても横に払って、低い時にしっかりとこの位置で取る。で少しインサイドアウトを強くすれば持ち上がりますんで、それをしてあげる。高いのに対しては少し上げておいて横に払うですね。自分が少し立ててこの位置で取るというのを決めて、高い位置から横に払ってあげて、自分の手の形は変えないようにラケットをこの位置とこの位置で上げてるだけなので、それをしっかりと横に払ってスイングをしていきましょう。はい、テニスライズでは毎日、メールを配信させていただいています。登録はこちら、メールアドレスとお名前を登録してください。チャンネル登録は、こちらの上に、クリックをしてもらって登録をしていただくと、新しい、動画が配信された時にお知らせがいくようになりますので、ぜひこちらも登録してみてください。